東大寺にやってきました。これすごい大きいですね。東大寺の象徴である東大寺大仏殿です。それでは早速入っていきたいと思います。まず奈良時代の728年に聖武天皇が建てました。亡くなった息子の冥福を祈り供養するために建てたのが始まりです。もともとは東大寺とは呼ばずに金正山寺と呼ばれていました。その中心にあるのはご存知奈良の大仏です。なんと260万人もの民衆が動員されて作られました。この働く人たちを統率したのが行基というお坊さんでした。行基はもともと人々から大変慕われていたので、天皇がこの人の言うことならよく聞くやろうということで任命されたわけです。こうして東大寺は最初純粋に宗教のお寺として建てられました。当たり前だろうという感じなんですけれども、実は平安時代から少し状況が変わってきます。自分たちで身を守るために僧兵という兵力を持ったり、貧しい人をかくまったりできる権力を持つようになります。こうしたことをよく思わない勢力から政治争いが起きると、何回も戦の途中に燃やされることになりました。そして地震や火災、果てはとばっちりなどにもたびたび見舞われます。ただそれでも信仰する人々のおかげで鎌倉時代や江戸時代に再建されて今に至ります。これがざっくりとした東大寺の歴史でした。それでは燃えまくりな東大寺の歴史をご紹介しましょう。時は710年、現在の奈良市のあたりに新しく作られた平城京、奈良時代の始まりです。この時トップとして即位したのがまだ24歳の聖武天皇でした。就任早々頭を悩ませていたのが地震や日照りなどの災害、そして天然痘という疫病です。多くの人が亡くなってしまいます。聖武天皇の息子である皇太子も1歳になる前に亡くなってしまいます。その年728年に供養を行うべく平城京の郊外に金正山寺というお寺を建てました。その後金明寺と名前を変え、後の東大寺になります。しかし都では貧しい暮らしに不満を持った貴族が反乱を起こして国が荒れていきます。そこで聖武天皇は都の位置を変えれば国が安定するはずと考え、次々と都を移します。しかし国は一向に安定することはありませんでした。そこで聖武天皇は仏教にすがることにします。不安定な世の中を仏教の力で救おうとしたのです。聖武天皇は国の一大事業として平城京に大仏を作ることを決心します。743年、大仏作りへの協力を呼びかけます。天皇とはいえ民衆がそんな簡単に協力してくれるわけでもありません。そこで聖武天皇はある人物に目をつけます。仏教の僧行基でした。行基は38歳の時から各地を巡って仏教を広めていました。しかもそれだけではなく、貧しい人々に食べ物を与えたり、日照りに備えて池を作ったりして人々のために尽くしていました。この人望を頼りにした聖武天皇は行基に協力を依頼したのです。行基のおかげで全国から260万人もの人が集まり、一大プロジェクトが始まります。約9年の歳月をかけて作られた大仏の開眼供養会が752年に行われました。一番大事なポイントになる大仏様の瞳を最後に変えたわけです。こうして完成した大仏様、相当な大きさです。実は大仏の手を近くで見られるのですが、私の手と比べてみてもあまりにも大きさが違います。手だけで 2.5 メートルもあります。そして大仏殿が完成した後、他にも講堂や2つの塔も作られ、東大寺として完成しました。ちなみにこの時、中国からわざわざ来日した鑑真によってお坊さんを育てる場所である戒壇院も作られています。そして聖武天皇が亡くなった際には、東大寺の横に正倉院という建物が建てられます。そこでは聖武天皇の遺品が現在も収められています。さて、東大寺では仏教の教えを学び、お坊さんを育てるお寺、今でいう総合大学のような場所として機能していました。学んでいた内容ですが、華厳宗という宗派を中心に仏教にある6つの違う宗派を学んでいました。そして平安時代になると、そこに天台宗と真言宗という2種類の宗派も加わりました。
これを8種見学と言いました。8種類の宗派を全て学ぶという意味です。しかしこの時代にはもう大仏に傷が見られたりし始めます。さらに大地震が起こり、頭の部分が落ちてしまいます。ちょっと不吉ですね。さらに火事、落雷も頻発します。それに輪をかけたのが1180年の平重衡による南都焼き討ちです。この頃奈良は平安京がある北の京都に対して南の都南都と呼ばれていたわけです。この南都焼き討ちの際には東大寺のお堂である伽藍のほとんどが燃えてしまいます。そのすぐ後、1181年に勧進という修理指導の役に就任したのが長元上人でした。当時すでに60歳を超えていましたが、中国の宋に3回も行ったことがあり、仏教の指導者としては十分な実績があった彼の指導のもと、東大寺は復興していきます。この最中に作られたのがあの有名な仁王像と南大門です。それぞれ 8.5 メーターという相当な大きさですが、運慶快慶によって作られました。この仁王像が置かれる南大門に至っては、円柱18本の高さは21メートル、門の高さは25メートルもあります。鎌倉時代に入ると後鳥羽上皇、そして源頼朝の保護も受け繁栄しました。数々の建物が復興していくにつれて、停滞していた研究と教育活動も活発になり、多くの僧を育てました。この時には鐘楼も建てられています。この高さ約4メートル、26トンもの鐘は日本三名鐘の一つに数えられています。現在でも毎日20時に叩かれ、近くで聞くこともできます。そして室町時代になると東大寺の勢いは薄れていきます。1567年には三好氏と松永氏の戦いに巻き込まれ、またもや被災します。まさに踏んだり蹴ったりです。大仏殿も燃やされました。大仏様は吹きさらしのもとに100年近くさらされたといいます。今ではちょっと考えられないですね。これを黙って見ていなかったのが江戸時代の後慶上人です。江戸時代に願い出て、頼むから東大寺を何とかさせてほしいと言って再建することに成功します。ただ世の中的にお寺にそこまでお金を出せないという事情もあり、大仏殿に関しては奈良鎌倉時代の大きさの6割程度になってしまいました。1709年に完成した大仏殿をはじめ、現在見られる東大寺は江戸時代の中頃までに整えられました。ただ実はこの木造建築ですが、明治時代に一部鉄骨を使って補強しており、完全な木造建築である法隆寺のような建築とはやや異なります。これまで大仏殿を中心に歴史を振り返ってきましたが、東大寺のもう一つの外せないスポットをご紹介しましょう。それが二月堂です。お水取りの場所としても知られる二月堂は、このお堂で修二会というイベントが旧暦の2月に行われるため、その名前が付けられています。修二会は奈良時代に朝廷の保護を受けた南都七大寺を中心に行われるようになりました。東大寺、興福寺、元興寺、大安寺、西大寺、薬師寺、法隆寺です。現在は2月ではなく3月1日から14日までの2週間行われます。この行事を行う僧侶は期間中毎日心身を清めて礼拝を行うという一種苦行であるというふうに言われています。現在は日本全国のお寺で修二会は行われていますが、特に東大寺のお水取りは有名です。蓮行宗と呼ばれる11人の僧侶が二月堂の本尊である十一面観音菩薩様への礼拝を行い、人々の代わりにあらゆる罪を懺悔して国の安泰や五穀豊穣などを祈ります。なおこの行事は752年に実中和尚が創業してから一度も絶えず行われてきた不退の行法と言われています。つまり1270年もの間続いているのです。すごいことですよね。なおこの松明が燃え盛る様子が修二会では特に知られているのですが、あくまでも行事の一部でこれをお松明と言ったりします。またお水取りとはこの修二会の最後の行事に近い3月12日の五夜において、6人の蓮行衆が赤い矢に向かって香水を汲み、これを本尊を祀る修弥壇の香水壺に入れてお供えを行う行事を言います。二月堂ではこうした修二会をはじめ伝統的な仏教儀礼を各種行っているようです。いかがだったでしょうか。
個人的には二月堂から見た景色が何とも情緒があって美しく、奈良に来たんだなと再確認できるおすすめスポットになっております。そして東大寺の大仏殿が昔はさらに大きかったというのはあまりに衝撃です。ぜひ実物をご覧になってみて想像してみてください。腰が抜けます。もしこの動画が役に立ったということであれば、高評価、そしてチャンネル登録ボタンを押してチャンネル登録をお願いします。それではタリアンでした。バイバーイ。